Welcome back to いただきますクッキング。藤原美希です。いただきますクッキングをご視聴くださりありがとうございます。皆様からの登録・高評価を励みに頑張っております。ベニスビーチ周辺も人通りが多くなってきましたが、まだ時々朝晩薄手のダウンを着ている4月のロサンゼルスですが、昼間の日差しはザ・カリフォルニアという感じです。今日はここ南カリフォルニアで地中海料理をベースにコールドプレスジュースや手軽に食べられる健康的なお惣菜を販売しているお店クリエーションでサラダをランチに買ってみました。今回私が選んだのはマクロビオティックアディクトというサラダで、日本語で言うとマクロビ愛好者向け的な感じですが、マクロビオティックというのは日本食の概念と地産地消を意識した日本発祥の食事法なので、アメリカでどのような味の表現をしているのか気になり、こちらを選んでみました。さて、どんな感じなのでしょうか。マクロビオティックの調理法は基本火を通すですが、この紫キャベツは生ですかね。黒米、ブロッコリー、さつまいも、紫キャベツ、ケール、カリフラワーとマスタードベースのディップドレッシングが中心に入っています。いただきます。さつまいも。こっちの、さつまいもってこうホクホクしてるというよりかは結構水気があるっていうのかな。黒米、黒米とズッキーニとパプリカと玉ねぎが炒めたやつがこう合わさってる。チャーハンともまたちょっと違うけど、もう少しさっぱりしてるかな。多分炒めたお野菜と炊いたご飯を合わせて混ぜてる感じかな。塩味はあるけど少し酸味。普通にカリフラワー、若干お酢の酸味がある。マスタードのドレッシング。おいしい。ケール。紫のカリフラワー。マスタードの酸味の効いたマスタードのディップが美味しい。
クリエーションのマクロビオティックアディクト、マクロビサラダを食べてみた感想は、黒米はオイル感もあり、炊いただけのご飯よりも満足感がありました。ブロッコリーも生で食べることが多いアメリカですが、さっと塩茹でしてあり食べやすく、カリフラワーライスは酸味で味の強弱もあり、ベジベースのマスタードドレッシングはコクもあり、アクセントとして美味しかったです。日本食としての味付けは感じませんでしたが、ビーガン・ベジタリアンの方には満足感のあるサラダだと思います。アメリカは手軽にサラダが買えるので、ダイエットや糖質制限をしている人の食事は困らないですね。日本も体の目的別にサラダのバリエーションが増えるとニーズが増えそうですね。レシピ監修、食のプロデュース、食に関するご相談などございましたら、お気軽に藤原美希までご相談ください。お待ちしております。マクロビのサラダをお昼にいただきました。食後はブルーボトルコーヒーのカフェモカをいただきました。ロサンゼルスでお惣菜とお飲み物を買うとこんな感じですかね。Have a good one!